始まりました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。前回に引き続きまして、ちょっとティームさんの代打で、はい、ライオンさんという、はい、北千住にゆかりある方に、代打いただきまして、はい、やらさせていただきます。はい、お願いします。もう慣れてきました。いや、まだ2回目なんだけど慣れてきたもないよ今日はライオンさんに逃走者をご紹介していただくという形になります。はい、はい、ライオンさんといえばこの逃走者。そうかなそうかなみんなが知ってる、まあ知ってるかもしれない。確かに、はい、結構よく使ってはいるかもしれないですね。なんで一応逃走者発表させていただきますと、ミハルモノベイガという、アゾリウスの逃走者になります。はい、はい、アゾリウス大丈夫かみたいな。いや、まずそもそもこのカード知ってるやつおるんかっていう確かに確かにカードですが、一応カルドハイムのアンコモンですね。アンコモンです。はい、一応能力僕が説明させていただきます。はい、3マナの22の飛行です。はい、あなたがあなたの手札以外から呪文を唱えるたびカードを1枚引く。以上になります。はい、以上です間違いなく以上です。まあでもちょっとなんか逃走者っぽいですよね。そう、逃走者として、はい、まあ面白そうじゃねっていうところがあってこのカードで、やってみたんですよね。そう、組んでみたって感じですね。当時は一応1万円で組めましたということで、一応ロープライスのそうですねデッキということになりますかね。はい、今はちょっと値段いっちゃってるかもしれませんがまあちょっと分かんないです。でも高いカード入ってないとは思うんですけどね。そうですよね。はい、一応ロープライスということで、はい、やらさせていただきますんで、デッキのご紹介をお願いします。はい、はい、まず何からいきますか。まずデッキのまあ簡単なプランから説明させていただければと思うんですけど、はい、まあ一言で言ってしまえば青潮コントロールになります。はい、で、まあベイガの能力を使ってカードを補充しながら、まあ相手の呪文をカウンターで弾いたりとか、まあ除去を使って脅威を弾いたりとかしながら、戦っていくと。なるほど。で、口述の、まあフィニッシュプランをまあなんとか通して勝つというのがまあ全体のプランになります。なるほどなるほど。はい。で、まずベイガが出た時の出てるとスタンダードではまあ予見っていう能力がなるほどね、そんなのありましたね。あって一回ね伏せておくことによってその後唱えられるというねカードがあるんですけど、まあその中の襲来の予測っていうカードがまあこのデッキに入ってます。3マナのカウンター、まあいわゆるキャンセル取り消しと同じなんですが、これに予見にマナがついてるような形になります。まあこういったカードが入ってたりします。予見から唱えると手札から唱えていないから、はい、ワンドローできると。打ち消してワンドロー。はい、まさか2マナで打ち消してワンドローってことはクリコマの上位互換。上位互換それはちょっと過言だけどまあでも確かに2マナで伏せて2マナでやって呪文打ち消してワンドローなんで、まあ実質クリコマみたいな動きはできる。できますよね。はい、そうですね。はい、っていうカードがまあありますと。で、まあ予見以外にもいろんなマジックキーワードがあって、まあこういったベイガと相性のいいキーワードがあるんですね。なるほどなるほど。で、まあまず紹介したのが暗号っていうキーワード。もうあんまりよく知らないんですけど、暗号っていう能力を。まず暗号のテキストだけ読ませていただくと。暗号その後、あなたはあなたがコントロールするクリーチャー1体に暗号化した状態でこの呪文カードを追放してもよい。なるほど。そのクリーチャーがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、あなたはその暗号化したカードのコピーをそれのマナコストを支払うことなく唱えてもよい。なるほど。いうテキストになってます。で、これコピーを生成するのは西方領域からコピーを生成する形になりますので、手札から唱えてません。カササギで唱えられて、さらにワンドローできると。そうなるほど。なんで実質この暗号がついてる呪文は全部好奇心がついてると。なるほどね。カササギってことですよね。いいっていう感じ。例えばその暗号のカードってどんな能力があるんですか。まず紹介したいのがもう古文のカードなんですけど、束縛のテトリス知らないカードになります。で、こちらクリーチャー1体をタップします。なるほど。で、そのクリーチャーはアンタップステップにアンタップしませんと。なるほど。いわゆる睡眠ですよね。まあ今でいう麻痺ってことですよね。感じなんですけど、
意外とうざいです。確かに確かに確かに。逃走した戦って、はい、別にそのプレイヤーに殴ってなくても、はい、別のプレイヤーのクリーチャータップできるんでこれ。なるほど、そういうことか。結構他の人のところに殴りながらちょっとこいつにはアタック足りたくないなみたいなクリーチャーを寝かし続けると。なるほど、面白いですね。そういった動きが実際できます。なるほどなるほど。ついでにワンドローできます。確かに強い。はい。で、もう一枚特質改ざんというカードなんですけど、もう実質これ暗号だけです。暗号だけ。はい。上になんかパーマネント一つを対象にするうんたらかんたらって書いてあるんですけど、暗号ということですね。ほぼないですこれ。なるほど、いわゆる好奇心ということですね。はい。なんでこれ好奇心になるんですよ。そう、好奇心です。好奇心。映画デッキにおける好奇心。なるほど。で、まあ暗号っていうカード、暗号テキストがついてるカードはそれに入るんですけど、他にマットネス。こちらも、今のルールでは、追放領域から唱えるルールとなっております。そうなんですね。なるほどなるほど。はい、こちらも手札から唱えてません。なるほどなるほど。ということで、入るカードとしては堂々巡り。はい。こちらは墓地の数に依存するカウンターになります。なるほど。墓地の数のコストを相手が払わないとその呪文を打ち消しちゃうよ。そんなんあるんですね。そう知らなかった。マッドネスコストは青1マナです。なるほどなるほど。なんで青1マナの対抗呪文。これでも捨てる方法ってなんかあるんですか？それは後である。ご紹介させていただければと思います。なるほど。でもう一個は次に脅迫的な創作っていうカードです。こちらマッドネスコストがついてるカードを1枚引くっていうインスタントになります。で通常コストも青1マナ、マッドネスコストも青1マナです。なるほど。なんでこちらも普通に唱えちゃうとワンドローなんですけど、ベイがいる状態でマッドネスコストを使って唱えることができれば1マナ2ドローになります。しかもまあ大体手札から捨てるっていう行為をしているところでついでに2ドローするっていう形になるので、実質的には3ドローと言っても過言じゃない。アンリコまあ過言ですけど、まあに近いぐらい動きができるというカードになります。でまあこちらは想像がつくかなと思うんですけど、フラッシュバックですね。なるほどなるほど。フラッシュバックも墓地から唱えるっていう形になるんで手札から唱えてないので誘発します。まず信仰の繕いっていうカードがあるんですけども、こちらは青白の2マナのカードになってまして、2点のライフを得て2枚引く、その後カードも2枚捨てると。なるほど。これ捨てられるんですね。という形でフラッシュバックコストは3コストになってます。青だから結構ルーティンはありえるってことですよね。まあルーティングもあります。実際デッキにはルーティング自体結構入ってます。なるほどなるほど。でもう一つが綿密な分析っていうカードなんですけれども、これは結構逃走者だと有名なカードですね。そうですね。古文なんですけどね、結構使われているカードになってまして、普通に唱えると4マナ2ドローなんですけど、フラッシュバックで墓地から唱える場合は2マナと3点のライフで払うことができるということで、このデッキだと2マナ3点ライフ払って墓地から唱えると3ドローという形になるんで、かなりドロー自体はできるっていう感じになります。ドローは結構今の感じだと強そう。まあ青潮って結構ドロー強いですからね。まあそうですね。であとはまあ汎用的なねカウンターとかをうまく構えながら戦っていっていただければと。なるほどなるほど。でどんな風に勝ってくるんですか？まず1枚の勝ちプランがお手軽になっちゃうんですけど、服用の接近という風になっちゃいます。青白は結構服用の接近が採用されてる確率が高いっていうのは結構うちの動画でよくやってるんですけどなるほどなるほど。ベイガの場合は、例えばですけど暗号化されてるカードが3枚ある状態で服用の接近唱えると、コピーできる。いやそんなことはないんですけど、服用の接近唱えてベイガが殴ると3ドローして、次のターンベイガが殴って3ドローすると服用の接近手札に入るんですよ。なるほど。その間にマナコスト使ってないんで、服用の接近ってどうしても7マナ使ってやっちゃうと、その後ドローするアクションっていうのがなかなか取れなくて、2ターンかかっちゃったりとかするんですけど、ベイガがうまく生きててかつ暗号化されてる呪文とかがいっぱいある状態だと、全然次のターンに服用の接近すぐ打てる可能性もあるので、まあ相性自体は悪くないと思います。なるほどなるほど。でもう一つ、こちらも逃走者定番逆転棒ねになります。とりあえず逆転棒すれば勝てるじゃんと。これ逆転棒したらとりあえず手札以外からなんですよね。手札以外からこれを逆転を唱えてるんですよね。そう唱えてます。唱えてるので無限ドローに入るってことですよね。なんで逆転棒のどうしてもマナが増えない状態の逆転棒って
たまにあったりすると思うんですけど、なるほど。なるほど。空打ちでもいけると。このデッキに入ってる、勝ち手段のドローを引き切ったら勝ちっていうカードが、値段の関係上、マニアックタッサズオラクルじゃなくてマニアックとジェイスになってるんで、先置きができるんですよね。なるほどなるほど。で先置きしてる状態で2マナしか出ない何も起きない逆転棒をしても、ベイがいれば無限にドローはできるんで、勝ちきれるんですね。空打ちでも勝てると。はい。なるほど、確かに確かに。っていうのが一応あります。はい、なるほどなるほど。ということで、逆転棒自体ももちろん相性が悪くなくて、最悪逆転じゃなくて適当に2マナのカウンターとかをここに埋め込んでいくだけでカウンターしながらワンドローできるんで、確かに確かに確かに、そうかそうか、それで戦ってもいいかなとは思います。そう、棒自体が結構強いってことなんですね。なるほど、棒自体がその手札から取られてないからと。そうなるほどなるほど、相性がいいってことなんですね。はい、なるほど。っていう感じになります。で、具体的な勝ち手段はこんな感じ。はい。なんですが、例えばどんなカードが入るかっていうのをちょっとお話をしましょうかと。はい。で、そりゃ入るやろっていうカードではあるんですけど、未来予知。なるほど。青白といったら未来予知と駒がよく出てくるんですよ。はい。駒は入ってないんですけどね。はい。よく出てくるんで、未来予知は相性がいいっていうのはなんとなくわかるんじゃないかと。このカード安いですから。そうなんですね。安いですね。このカード安いです。でベイガだったら唱えるたびにワンドローできるんですけど、これちょっとベイガテクが実はあって、未来予知で唱えた後にベイガのスタック上でライブラリの上見れるんですね。でそのカードがインスタントだったらその状態でもう一回唱えることができるんですよ。なんで割り込んでインスタント唱えることによってトップデックがインスタントだったら唱える、そうじゃなかったらドローして次のトップデック見るみたいな動きをすることによってチェインの確率が上がるっていう、そうなんですね。ちょっとしたテクがあります。なるほどなるほど。っていうのが未来予知になります。で次、こちらも見ることは多いんじゃないかなと思うんですけど、エムリー。エムリー、湖に潜むものエムリーですね。で出た時に切削4を行って、墓地からアーティファクトを対象にして、テキストがこのターンあなたはそのカードを唱えてもよいなんです。なるほど、手札以外からだと。なんで、このカードも墓地からアーティファクトを唱えるカードになるので、ベイガと相性がいいカードになってます。なるほど、面白いですね。あと単純に4枚分切削するんで、フラッシュバックとか落ちればなるほどなるほど、普通にアドバンテージ取れるんで、エムリーが相性がいいと。相性がいいカードになってます。なるほど。続きまして、任務説明というインターントになります。青のコストなんですけど、重宝2を行って、その後あなたの墓地からインタントかソーサリーであるカード1枚を選び、このターンそのカードを唱えてもよい。なるほど。実質フラッシュバックを付与するみたいなカードになってます。唱えた後は追放されます。なんでこれもまず重宝2っていうのがそもそも相性、プラス墓地から唱えることになるんで、その後呪文唱えればベイガでワンドローできるということで、相性がいいカードになってます。で最後、これ本当にベイガ用のカードなんですけど、なるほど、そんなのあると。大割れの物あさりっていうカードがあります。初めて知りましたね。2マナで2マナ11なんですけど、シャドウですね。シャドウ。もう実質アンブロです。アンブロですね。シャドウっていうアンブロっていうね。で大割れの物あさりが対戦相手1人にダメージ与えるたび1枚引いて1枚する。なるほど。なんでまずこれ暗号とも相性良くて、マッドネスとも相性良くて、なるほど、フラッシュバックとも相性いいんですよ。なるほどなるほどなるほど。そもそもシャドウなんでほぼブロックされないんで、暗号化ってどうしてもブロックをすり抜いていけていかないといけないんで、なるほどなるほど。こういったアンブロ持ちみたいなカードがあるとちょっと便利に働いたりします。なるほどなるほど。これかなり鍵なんですね。これに似たカードが何枚か入ってるんですけど、一番相性いいのは多分これじゃないかなって思います。そうなんですね。でなんか面白カードがありそうですか？あるんですね。最後に面白カード。いや面白カードを説明しておきましょうよ。先に一応説明しておくと、カジュアル用です。なるほど、カジュアル用ね。カジュアル用です。楽しくやる感じで。楽しくやる。そう。もう前提として。正直ね、かなり出した後自分じゃないけどゲームは決まること多いと思います。なるほど。でまず1枚目、知識層っていうカードになります。出た時に各プレイヤー3枚切削します。なるほど。で切削したカード追放します。でいずれかのプレイヤーが手札から呪文を1つ唱えるたび、そのプレイヤーはそれを追放します。
そうした場合そのプレイヤーは知識層により追放された他の土地でないカード1枚をコストを支払わず唱えます。ちょっと何言ってるかわからないんですが、はい、要は、はい、3枚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 を、はい、この知識層に蓄えるんですよね。そうで誰かが何か唱えたらそっから唱えていいですよそうっていうことですよね。そうですよね。それが変換されるってことですよね。そうこれ全員に共通でなります、はい、なんで、はい、全員がまず最初12枚プール開いて、はい、でその後に唱えた人はその12枚のプールから好きなカードをどんどん唱えていっていいよってで自分はベイガでドローできちゃうと。そう必ず1回変換されるんで絶対ドローになります。なるほどなるほど。はい、面白いカードですね。はい、これパーティーが始まりますよね。これはパーティーが始まります。はい。でもっとちょっと激しいパーティーが始まる。激しいパーティーがある。激しいパーティーがある。はい。嵐の目っていうカードになります。はい。ちょっと英語版に今手元にあるんですけども、はい。まあ簡単に説明しますと、はい、インスタントソーサリーを誰かが唱えます。はい。そしたらそれを追放します。はい。まあさっきの知識層みたいな感じなんですけど、で追放したら、はい、追放したカードをコピーして唱えます。なるほど。これマナーコスト支払わないです。はい。でこれのすごいところが、はい、その前に唱えられて蓄えられたカードもその後唱えたら、はい、全部出てくるんですよ。なんでどうなるんだろうそれ。例えば最初に誰かが、はい、なんかドロー呪文唱えました、ドロー呪文唱えましたってなって、はい、そしたら一回嵐の目に追放されて、はい、その人は嵐の目によって追放されたドロー呪文を唱えます。はい、でその後にまあじゃあ次の人がじゃあもう一個追加でドロー呪文唱えたら、はい、そのドロー呪文が嵐の目に追放されてその後前の嵐の目で追放されたドロー呪文も含めて両方ともコピーして出てきます。なるほど。はい、なんで、はい、ベイガがいる状態でこれやると、はい、追放されているカードの分だけ唱えるたびドローになります。なるほどとんでもないことが起こるんですが、はい、誰かがエクストラ単呪文を唱えた瞬間に終わります。無限大入るってことですか？インスタントソーサリーを唱えるプレイヤー、唱えられるプレイヤーがエクストラ単語を言います。誰かがそうですよね。そう。そうか。争奪戦が始まるんですよ。なるほど。誰かが追加ターンを打った瞬間にそういう人勝ちってことですか？いや勝ちだと思うじゃないですか。はい、安易に打つとその後に誰かが適当になんか1マナインスタントとか適当に唱える。確かに確かに。エクストラターンついてくるんですよ。だから嫌をなしにゲームは決まります。誰かが勝つっていうのを誰かが勝つ可能性が高くなるんですけど自分が勝つとは限らない全然自分が勝つとは限らない。なるほど、そう面白いな。そうこれ面白いですね。ただ、間違いなくベイガとは相性はいいです。なるほど。誰もエクストラターンとかなんか逆に言えばもうこうお互いにやべえ唱えたら割り込まれるかもみたいな感じになっちゃえばベイガの独壇場になるかもしれないっていうカードにはないや。だから面白カードってことですよね。あくまで面白カジュアルカード。なるほどなるほど。逆にだから競技卓とかでこういうの出しちゃうと多分かなり嫌な顔されるというかお前なんてカード出してくれたんだっていう感じになっちゃうんで、まああくまでね楽しい場で出してもらえればと思います。なるほど。まあそんな感じでこのベイが紹介していただいたんですけど、こんな感じになりますかね。そうですね。はい。まあ話したいことは以上かなと思います。一応リストありますよね。ありますよね。あります。じゃあ低コストで作れる約1万円ぐらいのリストを80高評価いきましたら、はい、公開させていただきますんで、はい、高評価お願いします。そうですね。はい、ぜひ。はい。なかなかベイが見ないと思うんで、もしよろしければ作っていただければと思います。はい、まあそんな感じになりますかね。チャンネル登録お願いします。はい、よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。